やっぱり最初に乗りたいですよね。ねえ、そのぐらいちょっと許してください。世界に通じるね道具が一つできたなっていうことになるんじゃないですかね。ちょっと大きな第一歩じゃないかなというふうに思います。もう寝る時もラリー2で寝たいなとか夢にまで出てきて乾燥してきた車が進化しててちょっとびっくりしました。またこれからあの車と進化していきたいなっていうふうに思ってます。ラリーの国内最高峰の大会全日本ラリーがいよいよ始まります。今シーズンの注目は何といってもこちら GR ヤリスラリー2です。マットブラックでデザインもかっこいいですよね。今回はですねこの車の開発の舞台裏を余すところなくお伝えします。 GR ヤリスラリー2、新たなチームカラーをまとった車体は遡ること2年前、カモフラージュを施しフィンランドの道でテスト走行を続けていた。目的は勝てる車を開発し販売すること。そして WRC 世界ラリー選手権の頂点ラリー1に次ぐラリー2のカテゴリーで世界中の個人運営のラリーチームプライベーターに購入してもらいラリーの裾野を広げる役割も担っている。さまざまなプロドライバーとのテストを繰り返し GR ヤリスラリー2が開発のために走破した道のりはヨーロッパや日本など1万5000キロを超える。日本での開発の舞台は全日本ラリー選手権。日本ラリーの頂点に実戦投入しモータースポーツの現場で鍛え上げる。困難を乗り越え改善を続けた車とチームに密着した。2022年11月トヨタイムズに初めて登場したラリー2カー。とにかくド派手にデビューさせてください。はい、世界初公開となったデモランでは伝説のドライバーユハー・カンクネンさんがハンドルを握り富川キャスターがコドライバーを務めた。すごい、Thank you so much。 2ヶ月後の2023年1月には東京オートサロンで森蔵選手が迫力のドーナツターンを披露。今日も本当にこの雨の中こんなに大勢の方にね見ていただいてこの車は幸せだと思います。その東京オートサロンの会場に日本での開発ドライバーを託された人物がいた。全日本ラリー選手権を9度制した勝田範彦選手だ。日本ラリーの草分け的存在照夫さんを父に持ち息子は WRC の第一線で活躍を続ける高本選手。そんな勝田選手が弁当相手に取り組んでいたのは左手でご飯食べてるじゃないですか。そう今年乗るラリー2がはい左ハンドルなんです。だから今左手を使ってこう何でもこう食事もそうですし運転も左手でやってる。はい。もう1000分の何秒の世界なんで、はい、本当ちょっとした遅れが命取りになっちゃうんで、だって日頃からやってます。迎えた全日本ラリーでのデビュー戦。1年を通して戦う車体にはトヨタガズーレーシングのカラーが刻まれていた。全日本選手権新城ラリー4年ぶりの有観客での開催ということで子どもたちも含めてファンの皆さん集まっています。いよいよですねラリー2カーが公式戦
初参戦です。さあのりさんいってらっしゃい。ちゃんと音を鳴らしながら今スタートしていきました。ラリー通過初の公式戦どうなるんでしょう。車両整備の拠点サービスパーク。ラリー界を盛り上げる、自動車業界を盛り上げるということを自分たち真剣に一生懸命やっていきたいと思います。のりさんちょっと緊張してますけど車も新しいしいろいろすごいあると思います。助け合い思いやりで、頑張りましょう。フィンランドから開発チームも駆けつけた。絶対前になっちゃう。今ヨーロッパを中心にこれまで開発をしてきていて、日本で使った場合の道の違いであるとか、実際にお客様にお渡しする車になりますので、そこを想定してですね、どういったサポート体制が必要なのかというところも一緒に学んでいけたらな。Yeah, I'm feeling excited to show our brand new car to the world on this important event. This car is like their child, their baby. So we hope to have a good show, a good performance for everybody, and fingers crossed on the Sunday we are all happy. Tomorrow we don't need to buy new. 春菜さん。今からタイヤ交換練習です。まずは高本選手が普段のタイヤ交換を見せてくれるという。走行中のマシントラブルはドライバーがその場で対応しなければならない。特にタイムアタックを行うスペシャルステージでのパンクは交換の時間もタイムに加算されてしまうため、手際よく済ませるスキルが必要なのだ。世界で戦う高本選手はわずか1分程度で終了。テントの中の方2分30秒。ノットソーバットって。ノットソーバット。悪くない。悪くない。最初にしては。もう一回やりましょうか。もう一回行くぞ。もう一回やりましょう。降りて乗るまでが1分ぐらいできないと多分だいぶ損。何かしらそうなってます。まあこれからだよ。急ぎすぎると腰やりそうだもんね。急ぎすぎると腰やりそうだもんね。感覚がないけど。レグワンと呼ばれる競技1日目。多くのギャラリーが見つめる中、ラリー2が初めての全開走行を見せる。すべては順調かと思われたが、後ろ行きましょう。何があったの？サイドブレーキがフロントにも効いちゃうっていう。サイドブレーキはかけれないんです。壊れたわけではないんです。いや壊れてるんです。モータースポーツでは車を限界まで追い込むため故障はつきもの。しかしこの故障こそがさらに強い車を生み出す貴重なデータとなる。今からですね、壊れた箇所を見せていただきます。で、私スマホで撮影してきますね。これが壊れてる。クリア。今動かない。見た目はじゃあ分からない。わかんないです。はい。見た目わかんないです。この部分なんですけど、外からは普通に正常です。ただ動いてる。だからどうやって直すか。明日までの課題です。壊していただきましてありがとう。お決まりのセリフでありがとうございます。でも本当にでも壊していただいたんで、ね、気づけた。ヨーロッパでも壊れてないですし、それこそ他のメーカーさんでも使ってる部品なんですけど、なぜ壊れてるのかが、まあ、今まで変わってないです、はい、やっぱりこれが森戸さんが言ってるように道が車を鍛えるし人も鍛わるっていう本当に失礼だと思います。競技2日目レグ2。勝敗を左右するともいえる重要な場所を案内してもらった。タイヤって常に路面に設置している唯一の部品なのでものすごく大事なんですよ。プロのタイヤメーカーさんたちは
タイヤの表情見るだけでその時のドライバーがどういう状態だったか車がどういう状態だったか分かっちゃう。サービスパークにはチームの要望に応じタイヤを仕立ててくれるメーカーのトラックがある。メーカーが改良を加えタイヤも日々進化し続けているという。今回ラリー通過のために用意したタイヤっていうとどれになるんですか？今回準備したのはこちらのタイヤになります。はい。昨年まで使っているのがこのパターンで、そこから改良させたのが新しいこのパターンになります。見た目全然違いますけど。見た目そうですね。この溝がこの一方向にこう点々と入っていて、グリップするところしないところっていうものができてしまっているので、こう斜めに配置することによってそこをまんべんなく仕事させてあげれるような、形にしております。午前のスペシャルステージ SS を終えマシンがサービスに滑り込む。チームを悩ませたのは午後からの雨予報。本降りとなれば雨用のレインタイヤが有利になる。一方雨が止み路面が乾けばレインタイヤは足かせになる可能性もある。もしレイン持ってって長い方のステージで全然降ってなかったらタイヤ動きすぎて全然ダメだけど、大丈夫。He needs to think, what is he more comfortable driving a tire which is too soft and moving, or tire which is too hard and not have grip? 硬い方でグリップしない方で走るのか、柔らかすぎて動きすぎて、乾いた場合ね、両方とも悪いシチュエーションになった時にどっちの方がマネージしやすいかって聞いて。だったらレインの方がいい。さっき最初にだとレインのがまだいいかも。雨足は次第に強くなりタイヤ選択は当たったのだが L8 オープン体重7680 R1L1 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 マシンはコントロールを失いガードレールに激突。そのままリタイアとなった。運ばれてきたラリー2は予想以上のダメージを受けていた。お客さんこれからデリバリーした時にラリーなんで必ずクラッシュすることあるんですよ。クラッシュ、ね、クラッシュした時に、どう壊れるかを知っておくと壊れにくくする、そのまま走れるようにすると、どこを強くしたらいいかっていうなんか改善するポイントになる可能性がある。そういう意味でもこれは貴重なで。すいません。おかえりなさい。すいません。お疲れ様です。もう全然痛くないですか？ああ、全然大丈夫です。体は。すいません。あの時何が起きたのか。ドライバーからすぐ話を聞く。車を鍛える重要なステップだ。右の白線に乗る。改めて初めての、公式戦にラリー通過で乗ってみて、良かった面と課題の面、それぞれ挙げるとして、課題がまずは自分が慣れて左ハンドルだったり車の動きだったり、そういうのをちゃんと理解しないと、こういうことになってしまうっていうふうに思いましたね。はい、現時点でラリー通過とご自身が何割ぐらい対話できてるっていう感覚ですか？状況がいいところではどうでしょうね、60-70% だと思います。はい、状況が悪くなるとこうなんて言うんでしょうね、例えば車側の限界を超えた時にどう動くかっていうのがあんまり分かってないので、だからその辺がもう30点以下のような気がしますね。ちょっとね、すんなりはいかないんでしょうね、多分ね。はい、要修行です。まだ車側も対話できる車になってないので、そこは本当に野井さんもご自分自身を成長させるっておっしゃってたんですけど、僕らは車も成長させる。
だが後にあのクラッシュはある部品の不具合が原因だったことが判明する。いずれにせよラリー2にとっては苦いデビュー戦となった。頑張れよ。頑張ってます。新城ラリーから1ヶ月後、 JR ヤリスラリー2の姿は佐賀の唐津市に。あと1分です。課題は次々と出てきた。車両整備や修復を行うサービスで決められた制限時間を超える事態が起きたのだ。いろいろ出てくるな。どこにその改善の余地があるか。唐津では初の表彰台を獲得。しかし勝田選手からは、あとデフでグッとこうロックするようなロック値が効くようなデフってない。マシンの違和感を指摘した。その違和感の秘密が次戦で明らかになる。雨に見舞われた愛媛の久万高原ラリー。斉藤チーフエンジニアが我々にある部品を見せてくれた。デファレンシャルギア、略してデフ。カーブをスムーズに曲がるために必要な部品だ。実はこのデフが反対に組み付けられていたという。さらに新城ラリーでクラッシュを引き起こした原因の一つもこのデフの不具合だったという。新城ラリーからずーっとノリさんがなんでこんなにアンダーなんだ、アンダーっていうのは曲げようと思ってもまっすぐ進んでっちゃう。でもう昨日ノリさんが一回中見ようよ、その本当に現地現物の根本なのに僕らがそれやってなくて、で中見たら逆についてデフの向きが図面通りだと思って僕らもやっちゃってたのに、図面も見たら図面も間違ってる。もう大丈夫これは。でもう本当申し訳なかったなと思って。で今日それが正常な状態になったので、ノリさんに今日午前中初めて走ってもらったんですけど、めちゃめちゃ曲がる、踏んでいける。ところがまた新たな課題が浮き彫りとなる。クイック R ドハーフ、ブレーキが効かなくなってきた。オープンタイツ7ショート R。 車が速くなったことでブレーキの弱点があらわになったのだ。ブレーキの問題は一歩間違えば大事故につながりかねない。勝田選手も強い危機感を口にした。ブレーキがもうめちゃくちゃ心配で、ブレーキもう SS 中ずっと思い切ってブレーキが踏めないっていう状態。だからその車を作る上でその一番止まるのって重要なんですよ。パワーよりも重要なんですよ。車をよくしようっていうに車だけ良くなって止まる方は一緒。原因はブレーキの温度。特に前輪では200度以上に上がることもあった。こういうラリーの現場だからこそ出てくる。かつフィンランドとかだと高速であんまりブレーキたくさん踏まないんですよ。でもここはもう本当にストップ&ゴーの連続でブレーキとにかく使うんですよ。
だからもう本当森蔵さんがいろんな道でいろんな人に鍛えてもらうことが車をもっと良くすることにつながる。ものすごく貴重なデータ。雨の熊高原を制したのは元 F1 ドライバーのヘイキ・コバライネン選手。勝田選手はブレーキの不安を抱えリスクを避けた走りながらも2位でフィニッシュ。ナビゲーター役コドライバーの木村選手は新城から今回の熊高原まで変化って感じられてます？そうですね、唐津までは悩みながら今までの車との違いに悩みながらずっと走ってきてて、今回、ちょっとデファレンシャルの件もあって結構今までに近いような走りになってきたんじゃないかなとは思います。ただいろいろ考えながらドライバーも走ってますんでベースノートがなかなか伝わらなかったりとか。勝田選手もこんな悩みを抱えていた。どれもうまくマッチしない。常にラリー2を乗ってたいっていう、もう寝る時もラリー2で寝たいなとか夢にまで出てきてその夢にラリー2乗ってた時乗ってです。はい。のりさん自身も追い込まれてる。追い込まれてますね。本当は追い込まないといけないのに追い込まれてますから、ちょっと逆転したいと思ってます。下山テクニカルセンターの整備場に来ました。この中でラリー通貨の整備を行っているということなんですね。はい、行きましょうか。失礼します。実は今日はですね、フィンランドからエンジニアメカニックが来ていまして、例のブレーキの改善を行うということなんです。これがフィンランドの開発チームから届けられた新たな部品。フロントから吸い込んだ風をこの熊手のような部品で直接ブレーキに当てて冷やすのだという。これまでのものと比べるとより効果的に風を当てる形状に改善されたことがわかる。風の流れが分かんないけど、ここに溜まるんだよね少し。ここでね乱流が起きちゃう。コンマ1秒を争うモータースポーツの世界。妥協は許されない。試行錯誤しながらのものづくりが続く。この日はブレーキ改善に加えさまざまな部品交換やアップデートが行われた。車の部品も何万点ってありますけど、メカニックのみんなは想像力をしっかり働かしてありとあらゆる想定されるところを潰していっています。こんな大変な作業を毎回ラリーの後にやるんですか？ラリーの前にもやるし、ラリーの後にもやる。はい。いやでも本当一個一個、潰していっていい車にしていくっていう作業が積み重なったと思います。翌日、新城市のサーキットに GR ヤリスラリー2が運び込まれた。安心安全第一でお願いします。ワンチーム改善して戻ってきました。はい。ブレーキの部分この前熱持ってしまって、これがついたんですけど、これフィンランドから持ってきたんですって。毎回すぐこうやってレスポンスが返ってくるんですね。最新のものをつけれるように、本当に気にしてやってくれてますね。はい。そして初めてとなるサーキットでの全開走行テストが始まった。広く見通しのいいサーキットではさまざまな車のコントロールが試せるという。車のスライドした時の限界であったりとか、ブレーキの限界、ブレーキバランスの限界だったり、なかなか限界値ってリスクが高くて分からない部分はあったんですけど、限界超えたところの動きはどうなるんだろうっていうのをテストとともに見れるので、非常に僕としては嬉しいですね。ブレーキ温度の確認、
足回りのセッティングなど次戦に向けた調整を繰り返す。上から俺こじるか下から時点ない。午後からは雨が降り始めた。ただテスト走行では恵みの雨だったようだ。ドライとウェットコンディションでできたっていうのも非常に大きかったと思ってますね。今までこうスライドしてどこまで行っちゃうんだろうっていうのがあったんですけど、こうすれば止まるんだなとか止まりやすいんだなとか、車の限界を超えてからの動きっていうのが結構よく分かった気がします。走るたびによくはなってるので、だんだん楽しみになってきました。ラリー2の公式戦デビューから3ヶ月、全日本ラリーも後半戦に入った。舞台は日本三景天橋立を望む京都北部丹後半島。皆さんおはようございます。おはようございます。まず皆さん今日本当明日しっかり、このラリーの現場で車を鍛えて、でプロのドライバーの方々に、壊さなくはい、壊して直していきましょう。この日の最高気温は 27.8 度。熱対策を施したもののブレーキには厳しいコンディションだ。R4L3 ロング。 SS となった林道は下りセクションが多く、日本特有の狭くトリッキーなコーナーが連続する。L4 ベリーロングはブレーキをいたわりながらのプッシュを続ける。うねり R4 ベリーロングから。ああ、よかった。ブレーキ大丈夫だね。何秒ぐらいだった？ 9秒上がりました、ね。オープンタイトル。しかし次の SS でクイック L4 オープンタイトル。5ショート。勝田選手がマシンの異変を感じ取った。クイック L3 ロングタイトルから。おかしいぞ。はい。何がおかしいですか？パワー出なくて。多分ね、はい。壊れたかも。マシンがサービスパークにたどり着くと、すぐさまメカニック、エンジニアが原因を探る。トラブルを引き起こしていたのはエキゾーストマニホールドだった。エキマニと呼ばれ、エンジンからの排気を一つにまとめる部品だ。エンジンに直接取り付けられているエキマニを外すことは容易な作業ではない。それに加え、走り終えたばかりのエンジンはかなりの高温状態。チームが一体となり、手際よくかつ安全に部品が外されていく。モータースポーツは車だけでなく人を鍛える現場でもあるのだ。取り出された液マニは普通はこういう風にちゃんとつながってるんですけど、ここ見ていただくとクラックがあって、ここから排気漏れを起こしちゃって、でそこで漏れた水がいろんなものを溶かしてしまう。パワーがダウンしたって言ったのは、漏れた高温の排気ガスによってターボチャージャーの一部も溶けていた。びっくりです。今日のここは本当にびっくりしました。新しい発見です。で部品もこのいわゆる計算で強度なんか見てきますけど、モータースポーツの現場で走って分かることってまだまだたくさんです。その後ラリー2の修復は終わったが、翌日も燃料ポンプの不具合が発生し、京丹後ラリーはリタイアという結果になった。
6月末、新たなテストが行われた。次のラリーは舗装されていない道グラベルが舞台となる。進化を続けるマシンに手応えを感じたようだ。良くなってますよ。ドキュメンタリー、のりひく勝田の一生。前回の不具合に対しての課題は、やれることをとにかくやってると。ここの駅マニが破損した主な原因はエンジンの振動だったことが分かり、振動を抑える改善が加えられていた。さらにチームにもある進化が。ラリー2のエンジニアやってます山下です。今回から、ラリー2は日本側主体で、完全に回していくっていうところで、フィンランドの開発チームからサポートを受けていた日本人エンジニアやメカニックが独り立ちする格好となった。初のグラベル戦は波乱で幕を開ける形となった。最初の SS でL9 ショート L9 ショート出口スロー平気さん落ちてた。1番手で走行した平木コバライネン選手がクラッシュ。そのままリタイアとなった。走るたびに表情を変えるグラベル特有の路面。苦戦する選手が相次ぐ。そんな中、勝田選手は12ある SS のうち11の SS でトップタイムを叩き出す。結果は2番手に1分以上の差をつけトップでフィニッシュ。GR ヤリスラリー2が全日本ラリー選手権で初優勝を果たした。今回はいろんなこの新しくラリー2で、走るということで、成績は二の次っていうふうに思ってやってたもんだから、とはいえこうやって優勝するとやっぱり本当に嬉しいですね。森戸さんの思いみたいなのもすごく一緒に、なって分かって分かり合える人間性というか人柄があるんで、本当にそういう面でノリさんに頼るところですごく信頼してる。体力的にはやっぱりねどんどん厳しくなってきてると思うんですけど、でもその分そういう経験値っていうか知見みたいなのはますますパワーアップしてると思うんで、本当頼りになりますね。新たな挑戦は日本から7500キロ離れた場所でも始まっていた。ラリー2カーはここフィンランドにあります TGR-WRT で作られています。今後の量産に向けましてトヨタ生産方式を取り入れました。ラリー2は世界のプライベーターに販売するために開発された車だ。販売されれば車体や部品の供給など世界の顧客のニーズに素早く対応する必要がある。そこで効率のいい量産に向け TPS トヨタ生産方式が導入されたばかりの工場を豊田章男会長が視察に訪れたのだ。新たに日本の工場と同じように人の動線を確保するラインが引かれたり、部品を何度も取りに行かなくて済むよう必要なものをまとめる箱の置き場を設置。
さらにはボデーの取り回しが人力で行えるよう特別な台車を製作するなどさまざまな工夫が始まっていた。 TPS っていうのは、これまでフィンランドには入ってなかったものですよね。そうですね。初めて取り入れを試みている最中です。フィンランドのメカニックたちはどんな反応だったんですか？最初はおそらく何が来るんだろうっていう驚き、あと身構えというのがあったと思うんですけれども、そこは日本の TPS のメンバーが強力にサポートしていただいていて、今連携を始めている最中です。これまでラリー1の開発製作を担っていた工場がラリー2を手掛けることについては、今の WRC1 っていうのはカスタマーが、ね、トヨタのワールドラリーチームで使ってる場所もみんな同じですし、スケジュールも分かってます。これは今度ね、この WRC2 っていうのは一般のプライベーターの方がどこでそのラリーに出られるか分からない。ある時はテストに使われる、練習に使われる、そして本当のラリーに使われる、そういうね非常に広範囲になると思うんですね。下手したら世界中で、そういうところにあまりね差なくね送り届けるためにはやっぱりこういう TPS の考え方、というのを入れた方がトヨタ的なねモータースポーツサポートっていうのができるんじゃないのかなっていうのにチャレンジしてくれてると思います。はい、これがひとたびなんでこういう動きをしなきゃいけないんだっていう目的が分かれば、そこはね今度新たなより良いやり方があるよねという改善につながっていくんじゃないかなと思いますね。はい、9月、天王山とも言われるラリー北海道が開幕した。サービスパークには2台の GR ヤリスラリー2が並ぶ。マットブラックの車体はフィンランドでテストを続けているマシンだ。ハンドルを握るのはトヨタガズーレーシングワールドラリーチームヤリマティ・ラトバラ代表。ラリー北海道を盛り上げるため豊田章男会長が参戦をオファーしたという。森蔵さんもファンを盛り上げたいっていう気持ちがあると思うんですよね。なのでそれに応えたいというふうに僕も思ってます。はい、ラリーをね、楽しみたいな。その中でラトバラさんとあわよくばいいバトルができたらな。平木さんもそうですし、みんなといいバトルができたらと思ってます。開発ではこんな意図があるという。こちらのいわゆる初代って私たちが呼んでる方と、それからいろんな、ノリさんが壊して直して、それからフィンランドの方でも見つかった課題がアップデートされているのがこちらのヤリマチさんの車。この北海道というこの道ではっきり言ってどれぐらいの性能が出るのか、もうこれ今までのラリーとはまた格段に違う道なので、そこはちょっと私たち何が課題が出てくるか楽しみでもあり、ちょっとドキドキしてるところでもあります。全日本ラリー選手権の中で最も長い距離を走るラリー北海道。ハイスピードでグラベルを駆け抜けるコースがマシン、ドライバーを蝕む。初日、最も長い SS では次々とコースアウトする車が続出。ラリー2も無傷ではなかった。なんか振動がこもってる。ポン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 とは言ってる。このサービスで整備できる時間は45分。
ドライバーのコメントをもとに隅々に目を凝らす。いかに早く異変をつかむことができるか、いかに早く異常を修復することができるか、時間との戦いだ。エンジニア、メカニックが的確に処置を施し、整備は2分の時間を残し無事終了。初日だけで4つのパーツが限界に達していた。やっぱり北海道の距離長かったのね、今日。それなりにブレーキにもきついし、もうこれは初めてですし、もうこれは2回目。ただ今日ここまで生き残っていただいて変えたので、明日はまあ短い大丈夫と判断いたしました。もう満身創痍ですけど。翌日、豊田会長は森蔵選手としてカンクネンさんとデモランを披露。詰めかけた多くのラリーファンを沸かせた。いろんな道走ってきましたけどね、こういう道は初めてでした。はい、ドロンコ遊びいかがだったでしょうか。ラリー北海道はトヨタ勢がワンツーフィニッシュを飾り幕を下ろした。ラトバラ代表は勝田選手に2分以上の差をつけ、世界の走りを見せつけた。ただ勝田選手にとっては実りの多いラリーだったという。今回ラトバラさんが来てくれてですね、すごく参考になる部分もありましたし、自分に足りない部分を走りながら試せたっていうのは、まだまだ自分がまだまだ伸びるんじゃないかなっていうっていう思いでですね、今回走りました。本当にラトバラさん、Thank you very much。事前のテストの時に、ラトバラさんと一緒に走って、乗り方っていうところいろいろ研究したのがすごい効いてると思います。やはり最初は、勝田さんのスタイルに、車を合わせようとして、頑張ってたんですけども、そこは走りながらやっぱり車の特性に合わせたようなドライビングがいいのかなっていうところで、車に対して、ドライビングをアジャストしていっている、そういう感じなので、その辺はすごいなと思います。実はラリー北海道の前、勝田選手はラトバラ代表と一緒にテスト走行を行っていた。そこでラリー2の性能をさらに引き出すラトバラ代表の走りを目の当たりにしたという。特徴的だったのはコーナーの曲がり方。一体どんな違いがあるのか解説してもらった。コーナーの進入の仕方がちょっと特徴的なんですけども、この辺からなんですけど、タイヤの向きを見てください。ヤリマティさんはもうハンドル、もうこの時点でだいぶ、もうこれまだコーナーの、ピークに来る前の本当にエントリーのとこなんですけども、もうすでに入れてます。に対してノリさんはまだまっすぐに見えますね。これちょうどここの、で車の角度も今ヤリマチさんはほぼまっすぐ走ってます。に対してノリさんはスライド始めてます。後ろのこれが全然違いますね。見ていただくと分かるんですけど、これイコール抵抗になってます。ヤリマチさんのこのスピードに乗って抵抗が少ない状態ですね。でこれずっと見ていくと、もうどんどんノリさんはスライドで、もうほぼ四輪スライドで入っていっています。これノリさんの今までの車の運転の仕方が、インにとにかく車を置いて、いわゆるアウト側で何が起きても車が安全に
コーナーを曲がりきることができる、ちゃんとこうリスクマージンを取るということをノリさん自身に教えてもらいました。まあ本当にそれのお手本のような走り方です、に対して槍町さんはとにかくもう車をまっすぐ走らせる。これは最初ノリさんできなかったんですね。もう正直車に本当に信頼を置いて、どんな状況でも曲がれるから槍町さんはまっすぐ車を使っていって、もう、このコーナーのトップからもより前からステアリングを入れて踏み込んでます。でもこの先この後の加速がもう槍町さん向こうに走り始めてますよね。もうこれコーナー向こう曲がってるので、ノリさんはまだ外側に膨らんでその分遅れちゃってます。これでこのコーナーだけでもコンマ6秒から1秒ぐらいの差が出てしまう。槍町さんの走りを見た後にノリさんが槍町さんの横に乗せてもらいました。そこでノリさんがこんな風に曲がれるんだって一言このひらめいたマークがここに浮かんで、そっからですねノリさんが車の運転の仕方変わった。このラリー2っていう車はとにかくどんな体勢でも四輪がしっかり地面に設置している。これをある意味ノリさんは今までこういう車乗ってこなかったので、車が何か起きてるっていう心配の中でリスクをマネージメントしてたんですけど、そのマネージメントがいらないんだっていう一つのステップアップをした時にこういう走りができる。でも逆に言うと、そのワールドクラスのドライバーが乗ったらちゃんとタイムが出る車になってるってことですね。いやいやまだ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 全日本ラリー選手権もいよいよ最終戦。岐阜県高山市を拠点に再び舗装路ターマックでの戦いとなる。事前に150キロに及ぶテスト走行を行い、マシンもドライバーもチームも格段に進化を遂げていた。トラブルもなく初日の結果はトップのヘイキ・コバライネン選手と 5.2 秒差で2位。今タイム差がレグ1終わった時点で5秒差っていうところなんで、5秒ってある意味ワンミスで入れ替わるレベルなので、うまくいけば全然勝てるところにはいるかなと思ってます。でウエットなんでいつ誰がミスするかわからないっていうところなので、とりあえず確実に走り切って、でその結果順位がついてこればいいなと思ってます。最終日は予報通り雨。雨用タイヤの溝をさらに増やし排水能力を高める。ミスなく確実に走り切るためだ。やっぱり車と会話ができるっていうのが今の状態だと思うんですね。本当にだから前半のターマックなんて全然会話できてなかったし、ノリさんの顔も本当自信に満ち溢れてて、もう朝から本当に今日多分ラリー楽しみんだと思いました本当に。午前の競技が終わり、勝田選手は首位に躍り出る。この時点で
2位平木選手との総合タイム差は 4.1 秒。タイヤ選択にマシンの整備、ともに細心の注意を払い、午後の舞台へと送り出す。果たして勝者は。ありがとうございました。残念ながら左遷やるだけやりました。ありがとうございました。最終盤、平木選手に逆転され2位でフィニッシュ。その差はわずか 8.6 秒だった。表彰式で何考えてたんですか？いやー、正直悔しいなっていうのをずっと思ってましたね。タイヤのチョイス、タイヤマネジメントとか、まあ本当にすごい細かなことで順位が入れ替わるような感じだったので、まあやりきったつもりではいるんですけども、まあ正直勝つためにもっとやることがないのかっていうのはずっと考えてました。で今日も2回ぐらい平木さんぶつけてます。だからそれぐらいのプッシュをやっぱり平木さんがやってきてるっていう、状態で、まああともう一歩だなっていうところでした。やっぱり平木さんのグリップをまあ探し出すっていうんですかね、そのグリップの限界がどこかっていうところの限界ギリギリのところでやっぱり走ってますんで、そこはすごいなと思います。惜しかったと思う。いやいや、まあでもあれですよ、平木さんもなんかスピンとかねいろいろやってるんで、車が調子悪かったりとか、まあそれひっくるめると、まあ、前よりはだいぶタイム差も縮んできたし、いい傾向だなというふうに思ってます。格段に乗りやすくなって戦闘力も上がってると思うんですよね。でやっぱり乗る機会を増やしてくれたっていうのと、まあ、テストの回数も増やしてもらって、まあ、国内というか日本に合うセッティングっていうものを見つけることができたんですよ。まあ、まだまだだとは思うんですけど、まあ、足りない部分は僕もたくさんあると思いますし、まだ車も進化できると思うので、まあ、ラリージャパンに向けてまたちょっと進化して、まあ、自分も含めて進化したいと思っています。ラリージャパンを1週間後に控え、長野県の林道を封鎖してテスト走行が行われた。ラリージャパンでは指定されたメーカーのタイヤを履かなければならない。新たなタイヤ、新たなパーツを導入し、それに応じた足回りのセッティングを煮詰めるため、林道コースを何度も往復する。今回のテストには平木小払年選手も参加していた。実は平木選手のチームは GR ヤリスラリー2を購入し、来シーズンの全日本ラリーに挑む予定だという。A very nice feeling. It's a very nice car, and the engine feels very strong, and also the car balance and the chassis balance feels really nice. Be very happy to drive this car next year. Let's see. I hope maybe. プロがプロに学び、互いに高め合う。ラリーの世界ではよく見られる光景だ。今日平木さんの横に乗ってまあ、僕の、まあ、走りの延長線上にはあるっていうふうに感じたので、コーナーを早く曲がれる方法っていうとなんかいろいろやってきて、まあ、これが一番なんだろうなっていうふうに、まあ、自分なりに思った走りが、まあ、平木さんもやってたので、また平木さんの横に乗って、ね、またドライビングに進もうかなと思ってますけどね。WRC 最終戦ラリージャパンが幕を開けた。開発中のラリー2が世界でどう戦うのか重要な舞台だ。まあ、今回のラリージャパンが今年の、まあ、本当の集大成という形でみんなも望んでるし僕も望んでると思うので、まあ、そういう形で、この最後のラリージャパン臨みたいと思っています。
しかし2日目、トヨタスタジアムスーパースペシャルステージで壁に激突し、後輪が外れる。コンクリートにぶつかった時にね、タイヤがこうぶつかっちゃったんでしょうね。くそ、やっちゃった。エンジンかかります？うん、かかる。すげえ滑った。はい。やっちゃったな。当たってますかね？いや、タイヤがない。あ、そういうこと？当初はタイヤ交換だけで済むかと思われたが、ブラケットというパーツが大きく削れていたことが判明し、リタイヤを選択。その判断の理由とは？タイヤがない状態で火花を散らしながらコースを走ってた。で、どこが火花散ったかというと、ここが擦れて火花が散ってました。これ地面にこうずっと、はい、なので本来であればこの地形のこの同じ厚みのブラケットがこうつながっていたものに対して、もうここはもう完全に切れています。部品のスペアはないものなんですか？開発中の車両っていうところもありまして、ここがスペアがちょうどない部品でしたので、今、どうにかしてこれを対応できないかっていうふうに検討したんですけど、どうにもならないというところで、走れないという判断になりました。たった一つの部品がないだけで、リタイアせざるを得ないっていうことは、自分自身非常に反省するところがあるなと思っています。くしくもこの日はあんまりなんかハッピーな感じじゃないけど、ハッピーバースデーのりさん。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアのりさん。ハッピーバースデートゥーユー。完走してきたかった誕生日はこんな喧嘩になってしまいましたけども、でも後々考えると、あの誕生日があってよかったって思える。いや、そうしたいですね。はい、すごいね、絶対忘れられない誕生日ですね。本当ですね。55歳ゾロ目。そうっすよ。翌日、新たな事実が見つかる。タイヤをつなぐ部品の一部が1年間使い続けたことによってすでに脆くなっていたという。徐々にここが切れてきて、ミクロ単位でノリさんがポンと当てた時にポキッと。じゃあある意味ノリさんがあそこでポツンと当ててなかったら分からなかった。分からなかったです。このまま。そうなんですよ。斉藤さん、また壊してくれてありがとう。本当にこれは本気でありがとう。ラリーはね、バンって当たることなんか絶対あるし、はい、あんなんで壊れたらね、走りきれない。そして2024年1月、 GR ヤリスラリー2は FIA 国際自動車連盟から認定を受け、正式に販売可能なラリーカーとして登録された。第1号が届けられたのは、おはようございます。ここにとうとう来ました。来ましたね。お待たせいたしました。フィンランドから車体ナンバー1番の車を乗ってまいります。はい。さあいよいよです。これが GR ヤリスラリー2です。かっこいい。そうだね、これ。こちらに1番っていうのが、はい、ここだ。1号車の証が。
新車を初めて行った少年のような心境です。この1号車に森蔵さんが乗るっていうのはどんな意味があるんでしょう？使って壊れて直してどんどん強くなる、それがねモータースポーツを起点にしたもっといい車作りだと思うんですよ。ところが私ね会社では会長じゃないですか、会長のとこまでねそういう不具合情報ってねそう簡単に来ません。だったらマイカーならね、来るんですよそういう情報。そうすると世の中のプライベーターがね、この車を作る中でビンナンバー1番の車がねまずは不具合を出そう、それでそれを早く他の車にもシェアしていこう、そんなスタート年っていうのはねもうそういう年でいいと思うんですよね、だからそういう意味とやっぱりもう一つはね車好きラリー好きのおじさんとしてやっぱり最初に乗りたいですよね。ねえ最初に乗ってるのを自慢したい、ね、そのぐらいちょっと許してください。会話ができるっていうかね、この車の場合は初めからなんかね初めまして、リスペクトでこれから仲良くやっていこうねっていうね感覚を得られたような気がします。あなたの運転技能ここまでねというふうにねバカにしない車だった。共に一緒に成長しようというメッセージがなんか聞こえたような気がしますね。このマシンのハンドルを勝田選手に託し、プライベーターとして全日本ラリー選手権に挑むという。コンペティブに乗ってください、ね、委託ドライバー。なるほど、GR ヤリスラリー2を変えるようになっていくっていうのは、この日本でラリーを浸透させていく、ラリー競技というものにどんな影響がありますか？やっぱりね世界に通じるね道具が一つできたなっていうことになるんじゃないですかね。 WRC2 となるとプライベーターですから、ラリーが好き自分でやりたいっていう人は参加できます。そこにねトヨタが車を提供できたっていうのはねちょっと大きな第一歩じゃないかなというふうに思います。ラリー好きモータースポーツ好きっていう方はたくさんおられると思うんですよね。ただちょっと敷居が高いとかねどうすればいいのかなっていうのを悩んでおられる人にその場を提供できるようなね、力がGR 中心にねやれたらいいんじゃないのかなと思ってます。ついに販売が始まった GR ヤリスラリー2。購入したプライベーターチームのカラーリングをまとい WRC に参戦するマシンは次々と増えている。ラリー三河湾のセレモニアルスタートが行われています。いよいよ GR ヤリスラリー2がスタートします。さあ森蔵さんスターターで GR ヤリスラリー2いよいよスタートです。いってらっしゃい。木村さんずっと撮ってる動画。勝田選手のほかラリー三河湾には2台の GR ヤリスラリー2が参戦した。ただ平木選手は病気治療のため参戦を見送ることとなった。じゃあ僕でいい？はい、はい、おはようございます。フェンダーに森総合っていうなんかステッカーが貼ってあるのでちょっとこれはですねぶつけないようにしっかり帰っていきたいと思います。でこの2日間楽しくやっていきたいと思います。
ろしくお願いします。多くの観客が集まっています。蒲郡竹島のスーパースペシャルステージです。これからノリさんが走ります。 GR ヤリスラリー2がスタートします。新城ラリーに代わり初開催となったラリー三河湾。当然選手も SS は初走行となる。そんな中、勝田選手は初日2位に1分近くの差をつけトップでフィニッシュ。そして最終日、首位のまま迎えた最後の SS。 ラリー三河湾2024、これが最終の戦い。さあ今そのエキゾーストの音が高まりましてスタートを切っていきました。 GR ヤリスラリー2、勝田紀彦選手、コドライバー木村祐介選手、さあそしてここで帰ってきました。この非常にショートな SS ということになります。このショートな SS で20秒を超えるこの差を超えられるということはまずはないでしょう。ですからもうビクトリーランと言ってもいいかもしれない。さあこの13の SS の戦い、14番です。このフィニッシュラインを今超えました。皆さん大きな拍手を。よっしゃー、よかったなー。よかったです。よかった。よかった。初開催のラリー三河湾を初優勝で飾った。あー、よし、イエス。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。ほらほら、そこで鬼ごっこはいつまでも。森蔵さんの車とどんな対話をしながら乗ってた？いやーもう本当やっぱ乗りやすかったですね。チームがなんとかね乗る機会を増やしてくれて車が進化してて、はい、ちょっとびっくりしました。またこれから車と進化していきたいなっていうふうに思ってます。車とノリさん今日多分昨日今日とすごく会話してたと思うんですよね。だから車の表情も本当に楽しそうでしたし、ノリさんも本当に楽しそうだったので、これはもう一番車作ってる、ね、僕らにとっては楽しみ。こんな幸せなことないです。今年のラリージャパンで世界とどう戦うかがもう私たちの大ミッション。そこに向けて車もノリさんもどんどん成長していくのがをいかにサポートするかが私たちエンジニアだと思います。はい。これまで開発からずっと追いかけてきましたけれども、はいはい、今日がありがとうございますゴールというよりもスタートなんですね。もうスタートです。はい。やっと。本当にだからそれはある意味ここからいかにまた坂を登っていくかの坂の登り方をちょっとこれから考えなきゃいけないですね。おめでとうございます。いやー、よかったです。本当によかったです。最高によかった。これ以上の結果はないと思うし、これ以上のいいスタートはないと思いますね。だからそういう意味では去年のね1年以上ね、車で、悩み苦しみ、した結果が今日ちょっとねお天道様が出たっていう感じしますから、さらにね、太陽を味方にできるような、走りを多分ノリさんしてくれると思いますので、これまた応援よろしくお願いしたいと思います。ございます。乗る人も増えてファンも広がって、増えればね、本当にこの日本に、このモータースポーツ、特にラリーっていうのはね広がるポテンシャルっていうのはいっぱいあると思いますから、ぜひ皆さん方もいろんな形でまだ興味のない人
知らない人にお伝えいただくとさらに盛り上がるんじゃないかというふうに思います。高本さんどうでした？お父さん。おめでとうございます。気づいたら後ろにいらっしゃった。ありがとうございます。もう僕がずっとヒヤヒヤしてました。森蔵さんの車なんで何もないように乗って。ちょっとよかったです。ちょっと後ろ。いやもう大丈夫です。戻ってきたんでよかったです。以後気をつけます。